皆さんこんにちは、ロジコです。今ここは京都の笠木キャンプ場に来ています。今日は2022年の年末に購入した新しいテントの初張り、撤収、収納のレビューをしていこうと思います。小川さんのタスト TC を購入しました。購入の決め手は六角形、七角形、八角形と変幻自在に使えて設営バリエーションが楽しめそうだったからです。今開封しておりまして、中身はこんな感じです。しっかりしたハンマーとペグが付属されていました。丸いガイドシートを地面に置き、位置と出入り口の方向を決め、ガイドロープを伸ばしてペグダウンしていきます。今回は六角形、ヘキサゴンにします。オプションのメッシュスクリーンも購入したので設置していくのですが、このメッシュスクリーンを取り付ける場合は六角形の形状から張り出しポールを使って設置していきます。このタッソのロゴのある面が正面になります。メインポールは画数に合わせて接続します。メインポールを持ってテントに入り、センターの頂上部をポールで押し上げて立てて行きます。ここまででだいたい20分ぐらいでできました。私は今回するのを忘れていたのですが、テントの裾のペグに引っ掛けたループのラダーロックコードを調整すると、テントの形状がもっと引き締まります。今回引き締めを忘れていたので、なんとなくダルダルしています。中の様子もご覧くださいませ。この天井から降りてきているロープはベンチレーションを開閉するロープです。この六角形の形状ですと、天井高は2メーター50センチ、幅は3メーター70センチとなります。付属品の針綱をつけていこうと思います。正面と後ろの出入り口のファスナーにはこのようなスティックがついていて、細やかな配慮はさすがは日本製ですね。これは七角形八角形の余り幕ですが、ちゃんとフォールドできるようになっています。ではこれから跳ね上げポール3本を使ってパッカンスタイルにしていきます。パッカンスタイルとは、六角形で設営後両サイドのファスナーを開け、ポールで前面を張り出す形状のことです。この3本のポールは付属品ではありません。私は中央が2メートル、両端の2本は120センチの手持ちのポールを使いました。では次にパッカンスタイルにした前面にメッシュスクリーンを取り付けていきます。この時注意することは、必ずポールを外側に出すことと、ポールに差し込む順番は最初にメッシュスクリーン、そしてテント、最後に針綱になるようにすることです。これで一応完成しました。幕内にギアも置いてみたのでご覧くださいませ。本来はメッシュスクリーン側が正面出入り口なのですが、私が正面の向きを間違えてしまい、真横のお隣さんの方にがっつり向けてしまいました。さすがはドジコです。でもお隣さんもがっつりおこもりだったので気まずくはなかったです。今回 TC 素材にして透けない安心感で快適で落ち着く居住性を体感しました。
一泊泊まって朝方の冷え込みで結露や凍結もありましたが、ポリエステルに比べたら全然マシで水滴が弾けていました。パッカンスタイルで跳ね上げてメッシュスクリーンをつけたことで中は広々と使いました。ソロでは広すぎる感じでした。インナーテントやアラジンのガスストーブを置いてもまだ余裕がありました。センターポールも2メーター50センチもあるのでテント内でかがむことはあまりありませんでした。ちなみに七角形ヘプタゴンだと高さ2メーター20センチ、幅4メーター30センチ、八角形オクタゴンだと高さ195センチ、幅4メーター80センチと高さが縮んで幅が広がっていくことになるようです。では次に一晩明けて撤収の様子です。メッシュスクリーンを内側から見た様子ですが、上部には5箇所のフックがあり、下の方にも5箇所のペグダウン用のループがあります。素材はポリエステルですが、生地とメッシュの二重構造ですので、透け感もほとんどなかったように思います。あ、そうそう、メッシュスクリーンにも本来収納袋がついているのですが、私のには入ってなかったのです。残念。それで今問い合わせ中です。撤収もさほど問題なく簡単ではあったのですが、問題は収納でした。 TC 素材ですからいちいち重いのです。キャンプに行く前に動画を見て予習したのは設営の方ばかりで、収納の仕方をすっかり忘れていたのです。さすがはドジコです。最初どんな風に入っていたかも忘れてしまい、畳み方もわからず闇雲に折りたたんで収納袋に入れるものの、重いし全然小さくなってくれないし、結構手こずりました。こういうところは TC 素材のデメリットですよね。悪戦苦闘の末、こういう状態で持ち帰りました。これは帰宅してから翌日、収納の動画をよく見てから自宅で再度畳み直しています。テントの頂上部を上にしてきれいに三角を作り、頂上部を1メーターぐらい折りたたんで、両端の角も折りたたんで四角形にします。あとは収納袋に収まる幅に細長く折りたたんで丁寧に丸めていきます。テントだけでなくポールやペグ、ガイドシートも入れないとダメですから、ほとんど祈るような気持ちで収納していました。収納できた時はめっちゃ嬉しかったです。そしてメッシュスクリーンの方は問題なく畳めたのですが、収納袋が本当に入っていないかどうかもう一度確認のために広げてみましたが、やっぱり入っていなかったです。では次回は今回のキャンプの様子をお届けいたします。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。